たい状態でずっと石井東吾と宮平保衝撃の出会いを収録した DVD クロスロードを覚えていますか。あれから3年、ついに2人の再会が実現しました。クロスロードエボリューションブルーレイボックス全6時間半からその一部をお見せします。中国の伝統武術では武器っていうのはあくまで手の延長といいますかね、手の技がありその延長には武器があると。武器をやることで都市武術をさらに、こう高めるんですかね、そういう相乗効果での練習がありますので、石井先生にはぜひ、武器ですね、通常なかなかやる機会がないということをおっしゃってましたので、200、300年前ですかね、タイムマシンに乗っていくようなイメージでタイムスリップして、で武器という側面から、いわゆる都市格闘ですね、それをちょっと考えて、一緒に考えていたら、楽しいかなと思いました。都市と武器というちょっと形は違いますけど、武術っていう意味では、もちろん必ず何かつながる面があると思いますから、武器のことを兵器と言いまして、兵器ですね。で、短い武器なので、これは短い武器というふうに考えて、これ単兵器、あと槍とか棒であったりという長いは長兵器というんですけど、こういうので、稽古してます。ちょっとでこれでお互いでこういろんな工夫したり、最初約束組手のような形から自由組手のような形でやっている。スポンジというか、そういうので安全性、たまにこう当たったりしますから、当たったりしますので、安全のために作ったものですね。ただこの武器の練習って非常に難しいと言いますのは、フィジカルでこう体で動かす難しさ以前に、いわゆるマインドです。つまり武器の練習ができてるかどうかっていうのは、本人のこの武器の練習に対する思い、考え方にもう全てあるというふうに言ってもいいと思うんですね。例えばこれは物理的に言うとこう、プラスチックというかスポンジでできた刀ですので、お互いにこれでこう、自由に打ち合う練習をやるんですけど、結構怖くないという人もいるんですね。なぜ怖くないか、スポンジだからなんですね。しかし物理的に言うとこれは刀である。で、これで、刀での練習ではあるんですが、刀での練習ではあんまり緊張しないと。ただでは刀の練習ではなくて、素手の組手の練習も、道場では3種というので、素手の打ち合いやりますけど、それは怖いと。おかしい話ですね。素手は簡単には触っただけでは死なないですね。これは一発でやられたら腕は落ちると。危ないんですね。しかしなぜか素手の技術の素手での打ち合いの方が怖いということは、それ時点でこれでの練習はやってないっていうふうに言ってもいいと思います。意識の問題ですね。こういう刀を練習するにあたって、まずうちの道場で体験してもらってるのが、こういうものがあります。これは本物ではなくて、これ模擬刀なんですけど、少しあれに比べると短いんですけど、ちょっと東郷先生、これを、いきなりですけど、ちょっと握っていただいて、よろしいですか。もちろん切れません、両手で。この形ってちょっと気持ち悪いですよね。とてもじゃないけど、やっぱり人間のこう皮膚というかが刃物に対抗できるっていう感触はない全くないです。全くないです。例えばこう羽織ってるもの、でも何でもいいですので、そういったものをじゃあ急遽こう使って、ちょっとこういう形で掴んで、少し気持ち悪いです。安心感は出ます。相手が遠いままというので襲ってきた。東郷先生は羽織ってたなんかこうね、ジャンパーでもパーカーでもこう外してこう相手と対抗して、これだったら蹴り合ったり続きいったりなんかできますね。じゃあちょっとさらに熱くします。ちょっと熱いから持っていただいて、これだったら完全に対抗です。できますね。相手やります。だからそれぐらい皮膚でやるっていうものはちょっとなかなかありえないですね。で、実際のこの刀っていうのはこれを想定して相手とやり合おうと思うんですよ。で、さらに言うと、この刀っていうのは一応長さで言うとこれぐらいの形のものとやり合うと、非常に嫌ですね。で、まずこれで練習してるんだということをイメージした上で、これをちょっとやっていきたいと思います。まず頭の上
を描いて、まず一つはここで切るですね。で、反対で返して反対側を切るんですね。で、これ、ここ。はい。まあ、これが切る。はい。まあ、1、切る。返して切る。で、ここから。はい。これがまず中国から。はい。わかりやすく言うと、これですね。はい。掴む。はい。剣道ではないので、こう、掴んではダメとかってルールが一切ありませんので、はい。こう。掴む。はい。で、切るですね。はい。で、切るですね。はい。というのが基本になります。1。そして切ります。ここで歯ですね。で、返して、ここで、はい。で、また戻ります。これも完全に防御になります。ここでの防御になりますね。防御になります。防御になります。で、ここから戻ります。はい。じゃあ、一度ちょっとついてみます。相手が来たのだけで腕をつかむ。という形ですね。はい。じゃあ、あとでじゃあ突きを入れましょうか。じゃあ、はい、自分お願いします。今と一緒ですか。はい。じゃあまず切りますね。で、はい。で、切る。で、ここからそのままつけばいいですね。はい。順歩でも、逆でもいいですね。順でもいいです。ああ。さらにこうしてもいいですね。ああ。こっちを押す。で、腕を押す。そういうこと。はい。そうですね。そうですね。すごい様になってます。とんでもないです。もう一回で、切る感触としてはどういう感じがいいですか。相手のなんか行く場合ですね。切る感触として。こういった方が、石井先生の感触では切れる感じがします。それとも、触れて、ぐーっといった方が切れる感じがします。ああ、そっちですね。ああ、確かに。いや、全然違います。中国でこう刀の練習をやってた時に、切る感触ってやっぱりこうイメージだけではダメだなと、食堂に行って、で食堂にこうな豚肉の塊が塊ちょっと切ってみたんですよ。そうするとやっぱザクではいかないのでスッとやる方が、だから1、2ではなくて何て言うんですかね。はい、わかります。なんか今、イライラさんにやってやられた重さがこうまとわりついて切る。だからすごく嫌な感じがします。はい、そうです。切るのもこう切るのではなくて、こう切ってますよね。ああ、はいはいはい。これのまあ傷はつくんですけど、触れてこの感じですね。ちょっといいですか先生。これで肉を切る。そしてこう切る。ああ、切られた。切られました今。この感じで。うわあ、やだ。ちょっと細かい部分。そうですね。でも全然この意識するだけで違いますね。こう作るものからビュンと入って。うわー。はい。あ、今のは嫌だったな。嫌ですよね。瞬間にこう。だからなんなら最初のこの頭だけでズバッといくのもいいんですけど、少しここをめり込ませて、ここで傷口を入れてここを入れた方が中に寸慶みたいな使い方ですよね。ですよね。そうですよね。切っ先にすごいこの重さがズンって乗る。そうですね。瞬間に乗る。ここからパンといくよりも、こっちからいくような感じです。こっちからグッとこうつくような感じです。こっちからパンといくよりも、こっちからこっちからですね。言ってませんけど、こっちから触れて傷口を入れて傷口を作ってという形です。どうです一番端っこの蛇のぐにゃぐにゃした頭の槍ですよね。蛇の頭ぐにゃぐにゃした。最初の先が入ると。でぐにゃぐにゃなってるんで、一回これ傷口を入れますよね。でこうなってるんで、そのまま引くとこう切れてくれる。そういうことなんですかね。そういうことです。やらしい武器。剣先にその体重が乗るこの感覚がすごくこんな武器でも伝わるっていうのが、だからきっと武器とその体術って一緒っていう、つながるってことだと思います。もう完全に直結で同じかどうか置いといて、必ずこう術理というのは非常に共通点がありますね。延長線上にある。延長線上にあります。ですから両方練習して、なんていうん
ですか、現在自分がやってる武術をこう見つめるっていうのは非常にいいと思いますね。絶対マイナスにはならないと思うんです。はい。視点が変わってこう物事が考えられるっていうか、改めてその自分がやっているものと置き換えられるっていう意味では本当にすごく大事なことだと思いました。これを本当に物質として、スポンジの棒と思うか、そうするとスポンジ棒の練習です。そうですね。でまさに刀として思い込めるというか、それをできる人はすごく上達します。はい。もうこれを練習やるだけでいわゆる人と隣り合わせですから。はい。確かに。また都市武術の怖さとは違いますね。都市武術は多少当たってもこう我慢して、なんとかなる場合もありますけど、もう我慢とかではありませんので、いかにも相手に、触れさせないかとか、ということが大事になってきますよね。本当に稽古に対する姿勢が問われる稽古方法だなと思いました。やっぱ意識が低い人がやればそれなりの稽古になってしまうし、高い意識でやればどんどんきっと向上できる。はい、そうですね。ワン、ツー。いつもいろいろ発見してます。お願いします。はい、お願いします。久しぶりです。下に横下。それぞれの道があまりにも違うかなっていうのを改めて感じたら。必要なのか必要じゃないかは僕が出したい答えなので、だから今それをに全力で向き合ってるっていう感じです。はい。